今回のパレットはね、リピート色、実は3つ入ってます。どのパレットに入ってるかっていうと、こんにちは、すみれです。ナターシャ・デ・ノーナから新しく発売される、こちらのパレット。こちらの動画では、このミニパレットはね、どんなパレットなのか、そして質感について、またそれらが以前の既存色かどうか、そしてね、私が思うことなどいろいろと詳細お話ししたいと思います。ナターシャ・デ・ノーナのミニパレットっていうのは、基本的にマットと、あとはね、きらめきとかそういった質感があるようなものがセットになっているものなんですね。ただ今回、初めてマットのみのものが出たんです。で、ナターシャ・デ・ノーナのマットの質感についてお話ししたいと思います。じゃあ今ね、どんなマットの質感があるのかっていうと、一つ目がクリーミーマットといって、もうバターのように滑らかにブレンドができるようなマットの質感。そしてスリップクリームマット。これは I Need a Bon パレットね。この中で初めて紹介されたマットの質感なんだけども、パンを触った時のこのシルキーさっていうのはね、すごいし、ブレンドももちろんすごく綺麗にできます。最後のマットの質感が、こちらのロクサパレットで新しく紹介されたシルキーマットという質感なんですね。で、この中にはね、綺麗なパープル系の色が入ってるんですけども、で、基本的にマットのパープルっていうのはね、すごく作るのが難しいらしくて、ブレンドがね、あんまり綺麗にいかないことが多くなるらしいんですね。それを解決するために、ナターシャ・デ・ノーナは、パープルでも綺麗にできるような質感。それがシルキーマットといったね、質感になるんですが、このパレットで紹介されたんです。今回のミニパレットには、2つね、シルキーマットの質感、そして3つナターシャの代表的なクリーミーマットの質感が入っているんです。今回は全部マットの色味ですね。ただ誰もが使えるような色の組み合わせ、明るい色から暗い色ね、そして全てブレンドができやすいものなので、高品質のそういったね、色の組み合わせっていうのは欲しい人っていうのはたくさんいるんじゃないかなって思います。ただね、もし、ナターシャ・デ・ノーナのことが好きで、もうすでにたくさんパレットを持っていますという方がいらっしゃったら、私の方でね、今回リピート色があるのか調べてみたので、これからね、紹介したいと思います。今回のパレットはね、リピート色、実は3つ入ってます。新しい新色がこのシルキーマットのね、フォーミュラのものなんだけども、同じ質感と同じ色の番号、そして質感のものっていうのが3つあるんですね。で、どのパレットに入ってるかっていうと、まずね、このマイドリームパレット。これはナターシャ・デ・ノーナの大好きな色味が詰まったパレットになるんですけども、今ね、私は並び替えをしているんですが、ここから2色。そして、ナターシャ・デ・ノーナのフルサイズのビバパレット。ここからも1色リピート色があります。ということで、今からね、この3つのリピート色のスウォッチを紹介したいと思います。これらがね、既存の3色になります。左から、こちらはマイドリームパレットに入っていた451クリーミーマットの質感ですね。そして真ん中、こちらがフルサイズのビバパレットに入っていた 216CM クリーミーマットの質感です。最後にマイドリームパレットに入っていた 439CM。こちらはブラックのね、色味ですね。いかがでしたか？で、ナターシャ・デ・ノーナがこの全部マットっていうのはね、以前フルサイズのサファリパレットってあったんですね。それがナターシャの大人気のこのクリーミーマットが全部詰まっているものです。で、私はね、ナターシャのクリーミーマットが大好きなので、すぐにね、これを買ったんですが、フルサイズっていうのはね、$129なので、かなり高いんですね。でね、まずね、私の場合は使い切るなんてことはないんです。で、そう考えると、こういったね、ミニサイズで、このナターシャ・デ・ノーナの質感を試すこともできて、もう誰もが使う色の組み合わせっていうのは、私はね、すごくいいかなと思ってます。で、私の好きなマットとしては、ビジアートのマットもあるんですね。で、ビジアートのマットとナターシャ・デ・ノーナのマットは何が違うかっていうと、ビジアートは全体的にもっとサラッとしています。そして基本的にパンで見た色味のまんま、どんなスキントーンの方でもその色のまま発色してくれるっていうことで定評もあるのと、ビジアートもすごく綺麗にブレンドができるんですね。で、一つね、大きな違いとしては、淡くつけることからしっかりとね、発色よく出すことの調節っていうのが簡単にできます。で、一方、ナターシャの方は、すごくね、発色が良いだけではなくて、このクリーミーさっていうのがあるので、余計にね、その発色っていうのがすごく出るのかなと思うんだけど、淡くつけたい時の調整っていうのが、初めてね、ナターシャのパレットを使う方はちょっと難しいと感じる人も中にはいらっしゃるかもしれないです。まあ、基本的にはね、ブレンディングブラシでも本当に軽く触るぐらい。それから、
しっかりと余分な粉を落として、軽くね、塗っていく分にはね、綺麗にいくんだけど、例えばナチュラルメイクに慣れていたりとか、そこまで発色がいいパレットに慣れていない人は、その感じで使っちゃうと、ものすごく一気に色がついちゃうので、発色良すぎって思っちゃう方もいらっしゃると思うんですね。結構ね、大きい違いとしてはその辺かなと思います。まあ、ただ、アイスクリームとシャーベットどっちが好きみたいな形なので、両方ともその中のトップです。トップなんだけど、クリーミーとしたアイスクリームのようなね、もう滑らかなタイプのものがいいのか、さらっとしたね、シャーベットのようなものがいいのかっていうのは好みに分かれてくるので、私は両方とも好きなんだけど、カラーの色味に関してはベジアートのさらっとしたものの方が上からね、色をかけてあげたりとか、ニュアンスを出してあげる時っていうのはすごく重宝して私はベジアートが大好きです。ただ結構さっとね、メイクしたい、色味の発色もすぐに出したいって言った時は、ナターシャのものはもう色もしっかり出るし、ブレンドもね、もちろん綺麗にできるので、ナターシャの方を使うことが多いです。なのでそこはね、皆さんのお好みに応じてかなと思います。でね、このリピート色に関してなんですけど、もうナターシャ・デノーノのブランドっていうのは、ものすごい数のね、アイシャドウを作っていて、もう5、600種類の色味を出してきてるわけですよ。そうすると常に新しい色味っていうのは大変だし、それだけではなくて過去にすごく人気でいい色っていうのは、やっぱりね、それをまた組み合わせて新しく出すっていうのは私はね、いいかなと思うので、今回リピート色3つ入っていますが、色味のバランスとか質感も素晴らしいので、やっぱり初めてナターシャを買う人とかはね、ものすごいいいパレットになるかなって思います。で、こういったマットのパレットって、質感のね、あるようなパレットと使うのが本当にいいんですね。私が大好きなのが、ダネッサ・マイリックス。年に1回ね、ライトワークのパレットが発売されるんですけど、マルチクロームがたくさん入ってるんですね。で、このパレットと前回のパレットとかはね、私はナチュラルメイクにすごくおすすめしてるんです。結構こういうパレットってこんな派手なの使わないって思われる方いらっしゃると思うんだけど、今回のナターシャみたいなもので、このベースのね、メイクを作った後に、高い位置にトッパーとして一色だけね、ポンポンポンと乗せてあげると、すんごく綺麗だったりするんですね。そういう使い方を本当におすすめしています。で、私はよくこれとビジアートのグランデプロ 1X っていうね、パレットがあるんだけど、全部マットのパレットね、こういったものと組み合わせるのが大好きなんですね。まあ、ただ正直高いです。ただ最近ではビジアートもね、こうしてミニサイズを出してくれていて、マットのね、ミニのパレットっていうのもあります。ナターシャのミニとね、比べるとこのぐらいの感じなんだけど、色味の数がたくさん欲しいって言った方は、展開が多いものを選ぶのかっていうのもね、お好みになってくるかなと思います。とにかく安く、基本的な色が欲しいって言うんだったら、今回のナターシャはすごくいいかなって思います。で、ナターシャの公式サイトでお買い物する際には、新作のパレットにも使える私のコード、ナターシャ15っていうのを会計時に入力すると 15% で購入ができます。ビジアートに関しても公式サイトで会計時にすみれ10こちらのコードを入力すると会計から 10% で購入ができるのでぜひ活用されてみてください。このチャンネルでは皆さんがねコスメを購入する際に少しでも参考になるように様々な光の下でスウォッチを見せたりとかたくさん比較をしたりとかねいろいろ詳細のレビューを行っていますのでぜひチャンネル登録そしてねまだこのチャンネルを知らない方にもね共有をして情報を広めてあげてください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。